それでは、本日の実技指導コースはこれで終わります。皆さん、お疲れ様でした。疲れた。受験用の実技コースが始まったのはいいけど、やっぱりレベル高いな。いつもの講義もそうだし、先生が個別で教えてくれるのも勉強になる。すっごく頭使うけど。ねえ、もう志望校決めた？遠火にしたよ。レベル高いし、いろんなことを学べそうだしね。わかる。倍率めちゃくちゃ高くて厳しそうだけど、やっぱり目指すなら遠火だよね。あの子、昨日の講評で先生に褒められてた。遠火目指すんだ。確かに、あんなすごい絵を描けるのなら狙えるかもな。遠火か。やっぱり遠火目指す人が多いみたいだね。確か双葉も遠火だよね。やっぱり一番行きたいのは遠火だなって思って。毎年すごくレベルが高いし、頑張らないとな。そっか。設備も整ってるし、講師も有名な人が多い。私も画家を目指すなら遠火の環境で学びたい。だけどえなちゃんはもう決まったの？私はまだ考え中。ちょっと悩んでて。そうなんだ。もし相談に乗れそうなことがあったら教えてね。私、オープンキャンパスも行ってるから、学校の雰囲気とかも少しならわかるし。ありがとう。助かるよ。私もえなちゃんと一緒に受験頑張りたいもん。遠火か。さっきの子たちも双葉も実力があるし、遠火も狙えるだろうな。遠火は日本で一番受かるのが難しい。全国から実力のある人が集まってて、5浪や6浪して入る人もいるくらいの学校だ。今の私の実力じゃ到底無謀だってわかる。でも今は雪平先生の講義に集中して実力をつけよう。それで志望校に遠火って書けるくらいにならなくちゃ。おはようございます。皆さん揃っているようですので、早速始めましょう。今日から実技試験の対策としてコンクールを行っていきます。コンクール？描いた絵にランクをつけられるんだよね。毎年受験生の人辛そうだなって思ってたな。作品は A プラスから C マイナスまでで評価を行い、評価順に教室へ並べさせてもらいますので、そのつもりでいてください。順位をつけられるってことは他の人と比べられるんだ。でもそもそもいい評価をもらえなきゃ美大に合格なんてできない。遠火なんて夢のまた夢だ。必死にやろう。私に出せる力を全部注ぎ込もう。では本日の課題です。課題テーマは記憶。
またモチーフとしてこれを書いてください。リンゴ？この2つを連想できればどんなものでも構いません。では始めてください。リンゴと記憶、この2つを結びつけて書かなきゃいけないけど、記憶か。私のリンゴにまつわる記憶。そういえば子供の頃リンゴ狩りに行ったことがあったっけ。それにほなみちゃんから美味しいアップルパイのお店を教えてもらったりしたな。どっちも今回絵にするには弱い気がする。私よりも独創的な発想をする人もいるだろうし、できるだけ印象に残るいい絵を描かないと。難しいな。リンゴだけならよく描くモチーフなのに。そういえばリンゴは昔からたくさん描いてたな。デッサンのために何枚も。毎日1枚デッサンを描いてるし、ちょうど昨日も。これなら私でも戦えるかも。皆さんおはようございます。コンクールの結果が出ましたので確認しておいてください。緊張するな。成績順に並べられて評価の付箋が貼ってあるんだよね。今の私が出せる力は全部出せた。多分 B マイナスか C くらいはきっと。C マイナス、最低評価。しかもこの中で最下位。あの絵うま。一瞬写真かと思った。リンゴのシーンだけ？背景はこの教室なのにリンゴだけ食べ終わってる描写になってる。芯のところに蜜があって、そこに歯型がついてるから食べられる限界まで食べたんだなってことがわかる。そっか、この人はリンゴを食べた記憶を表現したんだ。私だったら同じテーマでもここまで描写できないだろうな。どうしてこんな絵を想像で描けるんだろう。すごいよね。私も真似できないな。双葉。そうだ、双葉の絵は紙のリンゴを食べる絵。リンゴを食べた絵を描こうと思ったんだけど、本当は食べてないから嘘の記憶ってことにしたんだ。そっか、そういう表現でもいいんだ。双葉、相変わらずすごいな。全然そんなことないよ。同じ想像で描いた絵でも真のリンゴの絵より描写も甘いし、えなちゃんはリンゴのデッサンをしてる絵、すごく真剣に向き合ってるのが伝わってきていいなって思ったよ。ありがとう。私
私の絵は最下位になって当然だ。さっきの絵も双葉の絵もそうだし、他のみんなの絵もすごい。発想力も描写力も全然レベルが違う。やっぱり闘美を目指すには全然足りない。ならやらなきゃ。このレベルまで追いついてもっといい評価を取らなきゃ。コンクールはこれから定期的に開催していきます。自分自身を知るためにも都度全力で挑むように。それでは通常課題をお渡しします。おのおの仕上げて次回提出してください。課題は目印か。どう書くかまだ全然イメージできないけど、次のコンクールのためには力をつけなくちゃ。まずはこの課題を完璧に仕上げて。東雲さん、こちらへ来てもらえますか？話があります。はい。話って何ですか？今回のコンクールの絵についていくつか質問をしたいと思いまして。はい。東雲さんはどうしてあの作品を描こうと思ったのですか？それはリンゴのデッサンをしている私を描きたいと思って。他に意図はなかったんですか？いろいろ考えたんですけど、私が今回のコンクールで戦えそうな表現があの絵だと思ったんです。戦えそうな表現とは？他の人たちは私よりもいろんな面が優れてるので、リンゴのデッサンはこれまで練習してたから、これならうまく描けそうだなと。なるほど。東雲さんにはまた違った課題が必要そうですね。東雲さん、今回出された課題目印を失敗作として提出してください。どうしよう。失敗作か。失敗作を作れってどういうことですか？そのままの意味です。今日出された課題を失敗作として提出してください。ただし目印というテーマを生かすこと、それ以外でどう制作するかは問いません。ではお待ちしています。雪平先生はああ言ってたけど、どうして失敗作なんだろう。どうせ作るのならちゃんと自分がいいって思うものを作りたいのに。でも雪平先生が言うことだからきっと意味はあるんだろうし、とにかく今はやってみよう。失敗作って言うと、普通に考えればうまく描けなくてボツになったとか、描けたと思ったけど評価されなかったものって感じだよね。じゃあ私にとっての失敗作ってなんだろう。うまく描けなくてボツになった絵はたくさんあるけど、提出する前提だからそういうのは論外だろうし。先生からよく言われるのは描写力が甘いとか発想力が足りないってこと。実際
パースが狂ってることは今でもあるし、発想力も他のみんなより全然足りてない。じゃあその部分を強調した絵にすればいいのかな。でも狙って発想力が足りない絵にするのは難しいっていうか、できなそうだし。よし、今回はいつもより甘めに描写してみよう。モチーフはなるほど。この教室の看板を描かれたんですね。はい。私が絵を描こう、もっと勉強しようって思えた目印だなと思って。ではこの絵は何が失敗なんでしょうか。はい。普段は背景とメインモチーフに差が出るように陰影をつけて描いているんですけど、今回はあえて平坦になるように描いてます。描写力の甘さを表現したくて。なるほど、わかりました。それではこの作品の正解は何でしょうか。それはメインのモチーフ、看板と背景に書き込み量の差をつけることです。本当ですか。本当にそれがこの作品、東雲さんの目印の正解なんでしょうか。書き込み量の差を出してそれがこの絵の正解になるのかっていうと違う気がする。それはただしっかり描写できてるってだけで、私にとっての目印をこの絵に落とし込めてるわけじゃない。東雲さんも理解しているように、この作品はそもそもテーマを表現することを放棄しています。少なくとも私には失敗をさせやすいモチーフを選んだようにしか見えませんでした。失敗作とは言っても作品を制作することには変わりません。テーマを生かした上でモチーフを選び、東雲さんの作品として提出する心づもりでいてください。はい。ダメだった。失敗ってどうすればいいんだろう。ちゃんと目印ってテーマを生かして失敗作を書く。言ってることはわかるんだけど、それってかなり難しくない？失敗作とは言っても作品を制作することには変わりません。テーマを生かした上でモチーフを選び、東雲さんの作品として提出する心づもりでいてください。私の作品としてか。それって失敗の意味もちゃんと考えろってことなのかな。でも今回みたいに描写を甘くするとかの失敗じゃダメだし、わかんなくなってきたな。私にとっての失敗って何なんだろう。お、えなちゃん。あ、双葉。もしかして教室に行ってたの？課題が早めに終わったから見てもらおうと思って。そうなんだ。実は私もなんだ。双葉も？どんなの描いたの？私はね、これだよ。これ私と同じ
絵画教室の看板のモチーフだ。だけど、看板の周りには何もない。看板が置かれてる後ろに長い道があるだけで。それに、よく見たらこの看板、現実のよりもかなり古く見える。文字は読めるけど、ところどころ錆びて剥げかかってるし。ねえ、双葉。これって、あ、うん。私にとっての目印ってなんだろうって考えたんだけど、きっと夢を叶えるために必要な場所で通り過ぎてくものなのかもって思ったんだ。通り過ぎてく。うん。小学生の頃、この絵画教室に通ってずっと絵を描いていたい、画家になりたいって考えるようになったなって思い出したんだ。だから最初はこの教室を目印にしようと思ったんだ。でもきっとその目印ってこれから進んでいくと変わっていくんだろうなって感じたの。今は当美を目指すための目印だけど、きっと当美に合格したらまた違う目印ができると思う。そうやって夢に向かって進むたびにいろんな目印ができていくんだろうなって。それできっと一番最初に生まれた目印としてこの教室の看板を覚えてるんだろうなって思ったの。だから教室の看板とその先の目印に続く道を描いたんだ。そう。なんだ。説明するとちょっと恥ずかしいな。ねえ、えなちゃんはどんな絵を描いたの？私は、全然、大したことないよ。それより、早く持って行った方がいいんじゃない？今日は早く閉めるって言ってたし。そっか。えなちゃんの絵も見たいけど、急がなきゃだね。じゃあ、また今度。うん。またね。双葉の絵、すごかったな。同じモチーフなのに。あんな発想できなかった。これじゃ、表現することを放棄してるって言われるのも当然だ。本当に失敗作書いてる暇なんてあるのかな。コンクールでいい評価を取るためにはもっともっと一枚でも多く書かなきゃいけないのに、失敗だって分かってるものを書くなんて。あれ？通知？なんだろう。なんだ、ただのおすすめ通知か。最近どうでもいい投稿ばっかり流れてくるな。おすすめ機能ちゃんと仕事してるの？っていうか、この自撮り今日出た新作コスメ使ってるじゃん。結構伸びてるみたいだけど、これくらいだったら私の方がもっと盛れそう。いいねだって倍くらい稼げそうだし。そうだ、帰ったら私も。そんなことしてる場合じゃないでしょ。課題やらなきゃいけないのに。はあ、帰ったらもう一回モチーフから練り直して。あ、すみません。ちょっとよそ見してて。って、絵の？奏で、偶然だね。今日はどうしたの？お父さんのお見舞いに行ってたんだ。絵のは？私は、絵画教室に行って帰るところ。そうなんだ。
元気がなさそうだね。大丈夫？ちょっとね。もしよかったら少し話していかない？私もう予定が終わったから時間あるし、エナが良ければだけど。じゃあ学校もあるし少しだけ。ありがとう、奏。じゃあ行こうか。そっか、絵の課題で悩んでたんだ。先生のことだから何か考えがあって失敗作を作れって言ってるんだと思う。でも周りのみんなはその間も受験に向けていい絵をどんどん描いてる。それなのに私だけ失敗だって分かってる絵を描いてて、正直どうしても焦るっていうか。いい評価を取るためにももっともっとたくさん描いてみんな以上に進まなきゃいけないのに。そっか。私も曲を作ってると思うようにいかない時があるからちょっとわかるな。早く作らなきゃいけないのにって思って焦るんだよね。でもちょっと面白そうだな、その課題。確かに失敗でしか見えないものがあるなって思ったんだ。私はうまくいかなかった時、どうしてこの音じゃダメなのか、どの表現ならいいのかって考えるんだけど、そうやって正解を探してると何が正しいのかわからなくなってくるんだよね。そういう時にそのやり方は役立ちそうだなって。役立ちそう？ねえ、それってどういう？奏。ミク、カイト。エナも一緒にいたんだ。ちょっとね。二人ともどうしたの？もしかして真冬に何か？お前、今日、ちゃんと寝たか？え？あ。どういうこと？奏、寝てないの？仮眠はしたんだけど。何時間？2時間。2時間しか寝てないってこと？真冬が心配してた。朝まで作業してたから寝てないかもしれないって。それでミクたちが見に来てくれたんだ。ありがとね。こいつが倒れたら面倒だからな。でもちゃんと仮眠もしてるし大丈夫だよ。今日はこのまま。いや、ダメでしょ。じゃあ今日は帰ろっか。奏にも寝てもらわなきゃだし。ごめん。
私もそろそろ帰って着替えなきゃだし。帰ったら課題もやらないとな。そもそも失敗ってなんだってところから考えないと。失敗？うん。絵の課題で失敗作を作れって言われてるんだよね。でもそれがあんまりつかめてなくてさ、ただ単に失敗すればいいってわけじゃないし、そもそも私にとっての失敗ってなんだろうって。そんなこともわからないのか。お前なら、誰よりもわかっていると思っていたが。え？お前が、一番嫌なことはなんだ？それが、お前にとっての失敗だろ私が嫌なこと。私の嫌なこと、失敗って描写力とか発想力とか技術的なことばっかり考えてた。でもそうじゃなくて嫌なことか。全然いい絵にならない。違う、こんなんじゃない。違う。言いたいことがあるのにうまく言えないみたいな感じがする。エナが言いたいことはこれで全部なの？私が言いたいこと、伝えたいことを表現できないこと、表現しきれないことが一番嫌。そっか。私にとっての失敗はそれなんだ。なんだ。確かに考えてみればシンプルだったかも。じゃあ失敗作を書くためには伝えたいことを表現できないものを作ればいいってことだけど、そもそもずっとそれができてないんだし、狙って作るのは難しいよね。結局同じところでつまずいちゃうな。考えてても何も始まんないよね。私にとっての失敗は分かったし、一回頭をクリアにして書いてみよう。私にとっての目印、それって何なんだろう。この前は絵を描く場所って意味で教室の看板を選んだけど、同じモチーフを選んだ双葉の絵は私よりずっと考えられてた。私も伝えたい思いを込めるためにちゃんと目印を考えなきゃ。でもそれって何なんだろう。目印、私にとっての目印。ダメだ、全然出てこない。考えすぎて頭ぼーっとしてきたな。冷蔵庫にケーキがあったっけ？ちょっと糖分補給しよった。ついでに食べてるところ撮れば映えそうだし。スマホ。もうまた。もうこんなことしてる場合じゃないのに。通知？誰だろう。歌詞って
できたんだ。ってもしかして私のラフ待ち？そっか、最近課題優先してたから早くラフ書かなきゃ。やることいっぱいだな。でもちょっと肩の力が抜けた気がする。なんでだろう。ニーゴのみんなと一緒にいるといつも気持ちが落ち着くんだよね。一人で書いてると悩んだり迷ったりして気持ちがぐちゃぐちゃになっちゃうのに。ありがとう。課題が落ち着いたらすぐに書いて送るね。と。きっとこうやってみんなが待っててくれるからだろうな。みんなだったらどんな私でも受け止めてくれる。いつでも帰ってこれるって思うから。だから私も迷わないでいられるんだ。そっか。これが私の。これにしよう。私にとっての目印はナイトコードの画面。私が悩んだり迷ったりして不安定になった時、いつでも帰ってこれる場所としての目印だから。絵的には暗い部屋に置かれたパソコンに画面だけが浮かび上がってる感じにしてナイトコードの存在感を強調しよう。じゃあこれを失敗作にしなくちゃ。意味が伝わらないように書く。難しいな。じゃあこうするのはどうかな。置いてあるのがパソコンだってわからないくらい真っ暗にして画面だけ思いっきり光を強くしてみるとか。これだったらパソコンだってわかんないし、そもそもナイトコードの画面も見えないから意味も伝わらないかも。あれ？でもやっぱりちょっと画面の光を落としたら全体が真っ暗なおかげで不安定な気持ちをナイトコードが照らしてくれてるように見える。これ私が想像してた絵よりもいいかも。暗闇の中で迷わないように照らしてくれる目印っていうのがちゃんと表現できてる気がする。これじゃ失敗作って言えないよね。それじゃあ次は構図から変えてみようかな。新しい紙を用意してっと。視認性を悪くするためにパソコンの数を増やしてみたけど、これパソコンの数を4台にすれば2みんなが目印みたいになるかも。こうやってパソコンの形とか色を変えて一人一人違うけど違うから一緒にいられる。誰かが苦しい時は誰かが心をつなげる。そうやってみんながみんなの居場所、目印になる。そういう風に受け取れるし、私が伝えたい目印が強調される気がする。これも失敗ってわけじゃないな。じゃあ次はそうだ、いっそパソコンを崩しちゃうのもいいかも。そうすればさすがに私が伝えたいことも伝わらなくなっちゃうだろうし。よし、壊れて崩れちゃったパソコンを書いて
基板とか部品書くのちょっと大変だけど、しょうがないか。崩れたパソコンにナイトコードが映ってるって絵にしてみたけど、これパソコンが私だとしたら、メンタルが崩れちゃった自分を支えてくれるニーゴって感じるかも。不思議だな。失敗作を作ろうとしてるのに、見方を変えたり、ちょっと手を入れれば全然失敗作じゃなくなる。それだけじゃない。もともと私が書こうとしてたやつよりも良くなってる気がする。なんでだろう。確かに失敗でしか見えないものがあるなって思ったんだ。私はうまくいかなかった時、どうしてこの音じゃダメなのか、どの表現ならいいのかって考えるんだけど、そうやって正解を探してると、何が正しいのかわからなくなってくるんだよね。そういう時にそのやり方は役立ちそうだなって。奏が言ってたことって、こういうことなのかな。失敗でしか見えないものか。失敗作を作れなかったですか？はい。何枚か書いてみたんですけど、どれも全然失敗にならなくて。なるほど。失敗作を作るという課題を出された以上、基本的にはやりきることが必須になってきます。美大を目指すのであれば、それは忘れないように。はい。ですが、東雲さんの気づきは、今回の課題において必要なものでした。東雲さんは以前、コンクールで戦える絵を描かなければと言っていましたね。はい。私には他のみんなみたいな実力はないですから、自分が持ってる武器で戦わなきゃって。その考えで描くことは否定しませんし、間違っているとも思いません。闘美に受かるためには、綺麗事ではなく、周囲を圧倒するような実力、そして魅力が必要ですから。ただその考えが、あなたの絵が持っている魅力を鈍らせていると感じます。東雲さんは、自分の武器は何だと思いますか？構図ですか？世界観です。東雲さんが本当に描きたいものを描いているときは、魅力的な世界が絵の中に広がっています。ただそれは、勝たなければ、失敗したくないという思いに縛られると、あっという間にしぼんでしまう。そしてそう思えば思うほど、正解を求め、失敗を過度に恐れるようになり、無難な作品へ行き着くようになっていきます。今回失敗作を制作してもらったのは、その思いを取り払うためです。失敗しなければいけないという姿勢で取り組めば、おのずと普段は避ける実験的な表現をせざるを得ませんから。確かに私もわざと失敗するようにいつもはしない描き方をしてたかも。絵の技術には明確な理論があります。技術的に優れた絵もそうではない絵も全ては理論で説明がつくということです。はい。しかしその一方で、絵としての正解は理論だけでは説明できません。技術的には非の打ちどころがないような絵でも、
何らかの魅力がなければ誰の目にも留まりません。逆にどんなに技術的には未熟でも、誰かの心を引きつける魅力を持っていれば、それはその人にとってかけがえのないものとなります。つまり東雲さんは己の世界観を貫き通す方が武器になる。世界観を貫き通す。それって私が思ったまま書けってことだよね。でもそれでいいのかな。私はこれが東雲さんの大切な目印なんですね。はい。おはようございます。以前からお伝えしていた通り、今日は2回目のコンクールとなります。油彩でテーマは手です。それでは始めてください。手か。シンプルな課題だな。でもだからこそいろいろアプローチできる気がする。東雲さんは己の世界観を貫き通す方が武器になる。私の武器を使って表現するんだ。私にとっての手ってなんだろう。絵を描く自分の手、あとはみんなとのつながり。私にとって大事なものだ。それに双葉、もう描き始めてる。早いな。やっぱりうまいな。まだ素描なのになんだかキラキラして見える。でもなんだろう、この感覚どこかで。そっか。前も見たことあるんだ。絵を描くのが楽しくてしょうがなかった。あの頃に。あら、エナ、今度は何を描いてるの？ちょうちょ。そこのお花に止まって。お母さんダメ。近づいたら逃げてっちゃう。ほら、だから言ったのに。もう、そんなに怒らなくてもいいじゃない。でも、綺麗に描けてるわね。羽の青と黒の部分もちゃんとわかるし。でしょ？だってこの蝶々はそこが特徴だし。それくらいちゃんと表現できなくちゃね。さすがエナね。この絵、お父さんに見せてあげたら？きっと褒めてくれるわよ。ほんと？ええ、とっても上手だもの。お父さんに見せてくる。お父さんはあっちの山を描いてるって言ってたっけ？
ラキラしてて、私が見てるのと同じ世界じゃないみたい。どうしてこんな絵が描けるんだろう。どうした？なんで今赤く塗ったの？この葉っぱ赤いところないのに。そうだな。その方がいいと思ったんだ。お父さんにはそう見えてるの？そうじゃない。いや、違わないのかもしれないな。よくわかんない。目に見える色は違うかもしれないが、こう描きたいと思ったんだ。描きたい。それでいいの？全然違う色なのに。ああ、絵は自由だ。自分だけの世界だからな。だから、自分の好きなように描けばいい。自分だけの世界。じゃあ、この絵はお父さんの世界なのかな？すっごく綺麗で、不思議。次はどんな色に塗るのかな？あの枝に止まってる鳥はどんな風になるんだろう？あの頃、絵を描くお父さんの手が、なんだか魔法みたいに見えたっけ？あの頃の手を、その手を、ずっと見てたから、私は、画家に憧れたんだ。あの時見た手は、すごく大きくて、キラキラ輝いてたな。でも、そのまま描くとちょっと違うかも。大きなキャンバスに、世界を作っていく魔法みたいなイメージだから。あの時の私には、どう見えてたかな。あの手を、どう表現するだろう。キャンバスいっぱいに大きくて。ちょっとブレちゃったな。でもいいか。そっちの方が私らしいし。キラキラした色は太陽の光と、あの時お父さんが描いてた木の色をのせて、緑じゃなくて赤が走って、色が混ざっちゃった。でもこの方が魔法っぽい感じが出ていいかも。絵は自由なんだしね。私の好きなように描こう。そうだ、あえて色が混ざる感じでたくさん塗り重ねて、もっとたくさん塗ろう。いろんな色でキラキラになるように。楽しい。楽しいな。もっと描きたい。完成してほしくないな。このままずっと一生描いてたい。もっと。レナ、楽しそうだね。あいつなりの答えは出たみたいだな。どんな絵になるか楽しみだね。
時間です。筆を置いてください。皆さん、お疲れ様でした。作品を前へ持ってきてください。終わった。楽しかったな。おはようございます。えなちゃんおはよう。コンクールの結果が出たみたいだよ。まだ私も見てないんだけど。そうなんだ。じゃあ、一緒に見に行かない？みんながどんな絵を描いたのか気になるし。行こう。こっちだよ。大丈夫。今回の絵は、出せたと思う。私にとっての手。私の見た世界を。だから、きっと。C 評価。そっか。そっか。夏野さん、東雲さんを見ませんでしたか？えなちゃんですか？あれ、いないですね。さっきまでいたんですけど。うん。東雲さん。先生、どうして？面談の時間だったので探していました。そっか。すみません。ちょっと外の空気を吸いたいなって思って。何を考えていたんですか？コンクールのことをちょっと考えていて。ああ、あの絵ですね。はい。私、すごく楽しかったんです。今まで絵を描くのはしんどいことも多かったんですけど、今回は本当に楽しくて、先生のおかげで全力を出せたし、納得のいく絵を描けたなって思うんです。だからすっごく満足してて。そうですか。はい。でもあれが私の全部だったから。それでも P にも届かないのなら、やっぱり無理なのかもなって。無理とは？私、東美に行きたいって思ってたんです。日本一の場所で絵を学びたいって思ってて。でも東美を目指してる人たちは私よりもずっといい絵が描けて、だからコンクールで結果を出せるくらいにならなきゃって思ってたんですけど、
全力を出しても C 評価でやっぱりでもそれでもトービに行きたいんです。無理だって思うけど、私なんかが目指してもって思うけど、諦めたくないんです。確かにトービを目指すには実力が足りませんね。ですがあの絵には間違いなくあなたの世界が描かれていた。絵の技術はすべて理論で説明できるとお話ししましたね。また理論では測れない絵の魅力というものがあることも、評価点は理論に基づいてしかつけようがありません。ですがどれだけ人の心に届く絵なのかはまた別の評価です。そしてトービの受験では理論以外の評価もまた大事になります。すなわち東雲さんが自身の武器をさらに磨いていけるならトービに合格する可能性はゼロではない。私はそう思います。もちろん今の東雲さんには足りないものが多すぎる。現時点の C 評価はそのことを示しています。それでも東雲さんが進みたいのならば、私はたどり着くために必要なものを伝えていきます。先生。さてどうしますか？よろしくお願いします。トービに行きたいって思ってたけど、ずっと踏ん切りがつかなかった。今はまだ実力がないからって自分に言い訳して。でも決めた。私はトービを目指す。きっとたくさん挫折する。実力がないことがもっと嫌になる。でも今より本気で絵と向き合いたいから。だから苦しくなると自撮りに逃げちゃう癖。やっぱりなかなか変えられないな。今回だって何度もそうなりかけたし。でも今まで以上に本気でやるんだから、もう終わりにしなきゃ。もうなくなっちゃった。なんかこうやって見ると一瞬だな。でもよかった。もうこれで逃げなくて済むんだ。今までありがとね。さてと、そろそろ時間だし任語の作業しよっかな。みんなもういる？A7
うるさ。何、落ち着いてよ。ねえ、アカウント乗っ取られてない？消えてるよ。もう気づいたの？早くない？どういうこと？アカウントって自撮りの方、絵のやつは残ってるけど。あれ、本当だ。消えてるね。何かあったの？そんなに大したことじゃないんだけど。実は、闘美を目指すことにしたんだ。